そうですね、何ができるか、何をするべきかっていうのはやっぱり距離感で判断してます。距離が今が分かってるから、作戦立てた時に展開を予想できて、作戦の練ると練れるっていうことですね。めっちゃ地味な動画なんですけど、格闘技やってる人からしたら、結構大きい財産をもらった感じです。こんにちは、空手家国です。今回はですね、ここ東久留米駅からすぐの、パーチ東京さんに来ているんですが、今日はちょっと2年半ぶりの再コラボということでですね、元 K1 チャンピオンの、久保優太選手のところに来ております。久保選手、よろしくお願いします。ですね、今日は、いつもテレビかカメラの下に貼ってる原稿がなくて、すみません、紹介がめちゃくちゃ短くなっちゃったんですけどもう全然カットしてもう久保選手の見た目がこんなベビーフェイスのあれなんですけど、多分この辺にちょっと僕実績を貼ると思うんですけど、獲得タイトルだけ見たらもう尋常じゃないんで、もうちょっとその辺ですね、見た目に惑わされずにちょっとそのアホみたいに強いっていうことでちょっと聞いていただけたらと思いますが、今回はですね、僕自身実績を見られた通りなんですけども、立ち技のキックルールでも尋常じゃない実績を持たれてて、で、ちょっとですね、やっぱ僕的にはキックに関してはど素人なので、もう久保選手がですね考える、前回のコラボの時に僕がディフェンスの技術について結構深く聞かせていただいたんで、今回ちょっとオフェンスの超基本とか、久保選手が考えるそのキックで、まず始めて、オフェンス技術で知るんだったらまずこの辺は知っとけよみたいな、超基本のとこから少し、できたらそこからちょっと発展していろいろお聞きしたいなと思いますので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。基本的な、僕はその距離で結構気にするようなタイプで、キックボクシングの場合ですと、やっぱり空手のその小月先生の試合とかを見ると、やっぱり顔面パンチがない分、距離がやっぱり遠い場なんですよ。で、その点、やはり、例えば蹴りの距離と、パンチの距離っていうのがまず一つ大前提として分かれていて、で、一番この武器として遠い距離っていうのが、ここはミドルキックですね。ミドルキックが遠い距離。で、次にこっちはローキックが遠い距離。ローキックが遠い距離。で、ローキックが入る距離っていうのがパンチが当たる距離。で、この距離感っていうのはやはり一番最初に、初心者の人が特になんとなくパン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 ってやると思うんですけど、その距離感を抑えて、攻撃をするっていうことがもう結構ポイントだと思ってて、で練習方法としてはやはりこの前のディフェンスもお話ししたんですけど、ディフェンスの場合は例えば一番最初は距離を外す、パワーリング外す、ブロッキング外す、最後いなすっていう順番だったんですけど、攻撃も同じように順番があって、まずはミドルキックの距離でローキックの距離で、攻撃の場合はでパンチの場合はそのローキックが当たるところをワンステップで入る。で、さらにこっちストレート系、厳密なパンチだとストレート系が一番伸びるんですけど、さらに近い距離ですね、このグローブが当たる距離、ここだとやはりボディとかフック系、アッパー系のパンチがそのまま入りやすいっていう、それが、僕がその一番攻撃において距離を気をつけてるっていうところがあります。それでその、前提をした上で、例えばカウンターとかもそうなんですけど、相手が入ってきたところでどこの距離感かっていうところでだいぶその出せる技っていうのが決まってくると思います。例えばミドルキックのカウンターを出そうとした時に入っていただいてもいいですか。入っていただいたらここだったらもう潰されちゃってパンチの距離になっちゃうじゃないですかみたいな感じで、もしじゃあそこでカウンターを打つんだったら、もうここでカウンターを来る時にカウンターを打てないと遅いと思うんですよ。でもさっきのようにもう入られちゃってるのにカウンターを打つってやったらバーンともらってしまうので、
攻撃、つまりカウンターにおいてもやはり距離に応じてやらなきゃいけないっていうのが一つ意識ですが、やっぱオフェンスにおいての距離が重要だと思います。で、ちょっとその言い忘れちゃったのが膝蹴りの距離ですね。じゃあ膝蹴りの距離はやはりパンチの距離、ここでも膝蹴りの距離になったりするので、例えばここに距離いたら当たらないじゃないですか。それでなのでこう当たらないところで攻撃を出したとしてもあって簡単に当てられてしまうので、なのでやはり自分がどこでどの距離だったらこの攻撃が当たるっていうのを練習の時から頭に入れておくと結構スムーズに、あ、この距離感は相手遠いから蹴りで相手蹴りでいこう、蹴りでいこう、あ、もう近いからこうパンチでいこうとか、そうすると自分が出して当たる攻撃っていうのが明確になるので、その辺はすごく距離っていう部分をオフェンスにおいては意識しています。やっぱオフェンスのディフェンスはやっぱその距離感で、もう決まってるというか、なんですね。あ、そうですね。何ができるか、何をするべきかっていうのはやっぱり距離感で判断してます。そうなんですね。前回の、ディフェンスの話を聞いたんですけど、やっぱ、ディフェンスでもう絶対もらわない理由がそこだったっすもんね。あ、そうですね。もう距離感で。逆にその距離感を覚えたことによって、僕の場合は結構その小学校の時にもらうのが怖いってことで結構ディフェンスを意識してなんかこう取り組んでいたんですけど、なんかそのもらわない距離があるっていうことは逆に自分も当てれる距離に入れば攻撃が当たるんだ、で逆にその当てられる距離に自分が入っちゃうと攻撃が当てられてしまうんだっていうことが分かって、そのために距離を取るための攻撃、次の段階でいうと距離を取るための攻撃、例えばカウンターで相手をここ入ってこさせないようにするとか、前蹴りで距離を取るとか、プッシュをして距離を取るとか、そこでなんかこう距離を取るための技っていうのをその先に使うようにしてます。じゃあその段階で、僕がやった方がいいと思ってあります。そうですよね。でもこれはでもみちゃんの方練習方法としてですよね。そうですね。これは、正直実際スパーしないとわからないんじゃないですか。じゃあスペア手をつけてちょっと実践っぽくやってみます。はい、すみません。正直僕これをつけるっていうだけですごい違和感に襲われるんですよね。グローブですか。グローブをつけるっていう。確かにそうですね。じゃあ、実践的にやっていきましょう。まずそしてこの距離にいたらなんだっていうのをちょっとこう僕が最初ここにいるので攻撃を打っていただいていいですか。このまま攻撃はい、ここからローキック、はい、でここにいたらそうです、ミドルキックみたいな感じで、ここにいたらソースパンチみたいな感じで、はい、こういうような練習方法ですね。はいはいはいみたいな感じで、ちょっと距離感をどんどん相手に少し外してもらって、それで自分がこの距離だったら当てやすいなっていうのを多分もう最初のそのミットでよく、例えばここで入って構えちゃってそこに追いかけてもう一回蹴る練習とか皆さん結構されちゃうじゃないですか。でもそうするとミットでここになると標的が1個しかないというか、もうこの目標物に対して自分でその勝手に合わせて蹴りやすい位置で蹴ってしまうので、そうなると自分でその実践になった時にあれって多分錯覚しちゃうと思うんですよね。なのでこう人に例えばこう立ってもらって練習方法として一番最初は3段階でいいです。3段階でローの距離、ミドルキックの距離、パンチの距離みたいな感じで、その一番遠い距離と中間距離と近距離とっていうので、そこにちょっといてもらって実際その生身の人に当てるような感覚、これを養うトレーニングをミットの後とかに入れるとすごい距離感が、でこれって疲れないトレーニングじゃないですか。でミットでバーって疲れた後にこの練習をやると結構その疲れた後なんでなんですかね、こう正しいフォームというか楽なフォームで蹴る練習にもなって、でなおかつ距離感を覚えるっていうので、これは僕は結構やってました。いいっすね。こういう練習したことなくて。本当ですか。なんか、完全に首で中で
この距離だったらこれかっていう感じでしか考えたことがなかったので、今、なるほど、それこそ、単純っちゃ単純かもしれないけど、じゃあここだったらここだったらってやられるとすごい新鮮だし、これは分かりやすいなと思いました。結構そのもう才能がある方とか、それこそコック先生みたいに空手でそのチャンピオンの方とかも多分自然にこういう距離感って生まれてくると思うんですけど、やっぱりこう初心者の方ってどこで何を当てれたらいいんだろうって、多分そこが多分疑問に思っちゃう人とか、そこが一つのハードルで思ってしまうで、距離感も分からずにわーっていくと、やっぱりスパーリングとかでそこで自分がやっぱより上手い人でこう行ったりすると、もうこの人の練習になっちゃうというか、もう自分自身の練習にならなくて、あれ結局ただスパーリングやったけどなんか疲れただけで自分強くなってんのかなっていう風になってしまうんですね。なのでこういう風になんかこう受け返しのさらにもっと相手が動かないバージョンじゃないですけど、もう相手が動かないでただ受けてくれるだけで、自分がその一番最初はもう本当に長距離、中距離、近距離みたいな形で何が当てるのかっていう、その実際にその相手を置いて練習すると、結構その実際のスパーリングでこの距離はこの距離だなっていうのがだんだん分かってくるようになると思います。こうやって合わせてもらったらなんかすごい新鮮で、これなら確かにすぐ分かりやすいって思いました。ありがとうございます。ちょっと僕もこれ空手に取り入れようっていう感じです。なんかいい練習も聞いたなと思います。ありがとうございます。結構どうしてもサンドバッグとかミットとか動かない対象物に対してやってしまうので、やっぱりこれでなんか人間っていうのを、人間ってやっぱりただ受けてくれるカットもあれば、こうやってするカットもあったりとかしたりとか、パーリングしたりするのはたまたまブロッキングする反応があったりとかするので、そこで自分で動く調整、そこでこの距離はこうなんだ、この距離はこうだとか、自分でこの距離の調整をするっていうことを覚えるっていう。いやなんかすごい単純なことなんですけど、すごい僕的には新鮮でなるほどって感じでした。ありがとうございます。ありがとうございます。逆にもうこれより段階いくと、またあれですかね、もう一個先の、なんだ、フックの距離とか、フック膝、なんならクリンチの距離ぐらいまで練習する感じ。そうですね。そうすると、例えば自分が今回相手に対してこっちの、ローキックを効かせたいとするじゃないですか。そうするとローキックが当たる距離、ここだったらローキック当たらないじゃないですか。でもここだったらローキックが当たる距離ですっていうのが自分の中でインプットされてるじゃないですか。でここの距離に当てるためにじゃあどうしようかっていうふうに考えるようになるんですよ。ここだったら当たらないから一個はちょっとじりじりこうやってフェイントとかで作らないといけないな、この距離まで作らないといけないな。でも相手この距離に作らせようとすると多分相手前蹴りきますね。前蹴りカーンって離そうとするんです。なのでここ狙ってたら相手は嫌だから前蹴りとか多分遠い距離でやってきたりとかするので、なのでじゃあその次の段階でこの前蹴りをどういうふうに当たらないようにしてこの自分の狙っているローキックを効かせるかっていう、そこになってくると思うんですよ。距離が今が分かってるから、作戦立てた時に展開も予想できて、作戦の練れるっていうことです。でもこうその自分が当たる距離とか当たる攻撃っていうのを理解できないと、自分が本来狙いたい攻撃、自分がその右を利かせたいのか、右ストレートで相手を倒したいのかっていうところ、そのゴールが見えないとそこまでの道筋っていうのは見えないじゃないですかっていうふうに僕は考えて、その、今回のこの距離の練習で自分がそのどこの距離感で当たることができるっていうのをインプットできたら、次はそのじゃあこの当たるためにどこが戦略を練るかっていうのがポイントになってくると思います。ありがとうございます。これめっちゃ地味な動画なんですけど、格闘技やってる人からしたら、結構大きい財産をもらった感じです。本当ですね。よろしくです。ありがとうございます。基本的なところはそこですかね。じゃあ、今のオフェンス技術も入れつつ、少しまたミットとかをやっていただいて、その後じゃあまたそのままスパーリングとお願いします。お願いします。避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて、絶対に